はい、元海上自衛官です。もう船に乗って勤務させていただいてました。私は朝霧っていう船と鹿島っていう船と島行きっていうそのまんまのコンテナを買ってこの壁張ったりとか全部自分たちでやりましたね。はい、出身は大分県ですね。中津が有名ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。マルタ弁当の店長の池田と申します。はい、元海上自衛官です。もうかれこれ10年ぐらい前にはなるんですけれども、海上自衛隊で船に乗って勤務させていただいてました。海隊に来たのはもう結婚して辞めてからの話にはなるんですけれども、辞めて、子育て一旦したんですけれども、それで子供たちが幼稚園に上がったりとかっていうタイミングで父親の方からやってみないかっていう話で、でも当時始めた頃がコロナだったんで、両親のお店が大分県の湯布院の方にあるんですけれども、今まで何十人も並ぶようなお店だったんですけど、もうコロナで本当に0人の時もあったりするぐらい、テイクアウトっていうのに需要が少しずつ出始めてた頃だったんで、こっちで私がサポートできればお父さんとお母さんもちょっとでも明るい気持ちになってまたお店を頑張る気力になればいいなと思いながらやってましたね。子供は小学生が2人ですね。5年生と3年生ですね。なんかコンテナハウスみたいな感じになるんですか？あ、そうですそうです。そのまんまのコンテナを買って、それを内装も外装も家族と一緒にやったんですけど、電気とかガスとかはさすがに業者さんなんですけど、それ以外はなるべく自分たちでこの壁張ったりとか全部自分たちでやりましたね。お米は多い時で、5升とか6升とかっていう時もあるんですけど、平均してだいたい4升。でも日によってバラバラなので様子を見ながら出したりしてますね。ありがとうございます。マルタ弁当です。唐揚げ弁当の特盛りがお2つ。わかりました。お時間何時頃ご希望ですか？よく指をやりそうになるんです、これ。はい、お名前よろしいでしょうか？特盛り？最近トマトが高かったんでなかなかできなかったんですけど、これすごい人気です、うちで。これだけ売ってって言われることが多いんで、唐揚げと相性がいいんですよね。揚げ物と、酢の物に近い感じなんで、お口直しというかいいんだと思います。今から唐揚げの粉つけます。玉ねぎを重要なそう大事な。でもこれねメイト全然メイト
これ1個何グラムぐらいになるんですか？60とか70近くはあると思います。まあちょっと個体差はあるんですけど。唐揚げって何キロぐらい仕込むんですか？今日で18か20ぐらい。まあ手羽先とか他の部位もあるんですけど、まあ私が辞めてから要はかなりのことが変わってるんですよね、当時より。私がいた頃はヘアカラーなんかも全然ダメだったし、今大丈夫らしくってちょっと主人に聞いてびっくりして、いろんなことが緩和されててちょっとびっくりすることが多いんですけど、あくまでも防衛するための組織になるので、よくねなんか自衛隊反対だとかっていうのがあるんですけど、戦争しないのになぜ必要なのかとか、外の人たちからしたら関係ないんですよね、日本が戦争しないとかって。武力を持たない、要は丸腰なわけですよ。じゃあまあそうはいかないですよねっていうところで自衛隊があるんですけど、で今その防衛費の増大がどうとかっていう話がよくニュースでも取り上げられてると思うんですけど、じゃあ外国は最新鋭です、じゃあ私たちの国はどうなるっていう話ですよね。やっぱいざ攻めてこられた時に何もない状態で守れるかっていうとそうじゃないので、やっぱりこう防衛っていう面ではすごい日本っていう国を維持するためには重要なものかなと思いながら、やっぱあれですよ、デモとか来てましたよ、基地の外に。なぜこんなに言われなきゃいけないのかなとかって思ってくるじゃないですか。それでいろいろ考えて、自衛隊って国がかけてる保険だと思ってもらったら分かりやすいかなって思うんですけどよ。だから普段は平和だったらいらないじゃないですか、正直無駄なお金だなって思われると思うんですけど、まあ、自分の組織の存在意義というか、自分がいた当時は何なんだろうなっていう。海外に行ったりもさせてもらったんですけど、すごいいい経験になりましたね。今自分が置かれてる環境がどれだけ恵まれてるか、普段そういうのって思うことないじゃないですか。いざ外に出る、海外に行く、先進国だったり恵まれている裕福な国っていうところは行っても何も苦労することほぼないかなって思うんですけど、やっぱそうではない国に行くと自分がいる環境いかに安全で守られて暮らしていけてるのかっていうところが目に見えても分かるので、その点ではすごい視野が広がりましたね、やっぱ自衛隊によって海外行って。私はその練習艦隊っていうところに所属してたんですけど、要はその自衛隊の中にも学生さんとかがいるんですけど、そういう方たちの訓練の支援だったり、防衛大学校を出た新しい幹部の方たちの訓練の支援とか、そういうことをやってましたね。これは今鶏のトマトソース煮込みを作るのにトマトソースを作ってます。ただ今から鶏肉入れたりするので、私一時期カンコレにハマったことがあるんですけどなんでこういうことをしようと思ったんだろう。要は昔の船を、擬人化するってなんか思いつかないことじゃないですか。だからアニメ見たりしてましたよ。池田さんが乗ってた船はなんていう船なんですか？私は朝霧っていう船と鹿島っていう船と島行きっていうことで3隻ですね。だから昔の名前をもらってるものもいろいろあるんで、その今の船もちょっとまだしばらくはそれ何も動かないですはい、
出身は大分県ですね。なんで唐揚げと鶏天をやってるんですけど。大分名物。そうですね、もう唐揚げ、もうどこ行っても唐揚げ屋さんがあるぐらい、中津が有名ですね。うん。中津唐揚げって言ったら、あーってなる人が多いと思うんですけど、うちはもうそういうスタテの中津系の唐揚げ。他も美味しいものいっぱいありますからね。ああ、美味しいですよね。私は大分で高校生の時に要は自衛隊を受験したって感じですね。で、最初半年間訓練があるんで、すぐ横須賀に行きましたね。で、横須賀の教育隊で教育を受けてから私の勤務地が呉になったので、当時は女性が乗れる船がすごい少なかったので、今はもういろんな船に乗れますけどね。こっちは陸上自衛官の方が多いですからね。最短駐屯地。そうですね。中に入ってみたいんですけどね、あそこも。戦車とかも好きなんですよ。めっちゃ行きたい。初期費用は全てプレハブも他のものもこういう機材揃えたりとか全部で100万ちょっとぐらい。もうこのプレハブは中古で買ってるのでプレハブがすごい抑えられてますね。それ以外はもう全部新品で買ってるんですけど100万ちょっと出たかなぐらいですかね。とか、1日どれくらいお弁当は出るんですか？ほんと日によります。多い時は100個以上出るし、少ない時は40個50個だったりとか、ほんとまちまちですね。丸4年やってても読めないね。これで完成です。タルタルソースです。おすすめのメニューは唐揚げヒレカツ弁当とかミックス弁当っていう相盛りになったお弁当をおすすめさせていただいてます。唐揚げも食べられるしフライものも食べられるのでいろんな種類食べられるので飽きないかなと思って私はよくそれをおすすめさせていただいてます。おすすめのメニュー伺ってもいいですか？それこそ私今店長が作ってるタルタルが好きです。中にらっきょうが入ってるんですけど、それの酸味がすごく美味しくて、本当ちょっと市販のタルタルとはちょっとまた違うので、私はタルタルを推します。ピョンって飛ぶかもしれません。私が飛んでどうすんの？自分が飛んでも怖いです。です。高いものばっかりですよね。値上がりばっかりなのでお米も高いですけど見えないところもたくさん上がってるんで、要はパッケージの値段だったりとかお客様が直接口にするものじゃないものも上がってるので、エビと悩んだんですけど、エビだと結構油が汚れちゃうペースが早いんで、うちはホタテにしました。
でも私の勝手なこだわりなんですけど、エビフライをするなら頭ないと嫌なんです。エビ味噌でね汚れちゃうから。調理法によってはあれなんですけど、うち唐揚げとかも揚げてるから、やっぱ匂い移りとかもあるんですよね。その海鮮特有のカキフライとかもやりたいんですけど、汚れが多くなっちゃうのがやっぱ難点なので、やってもホタテに落ち着いた感じですね。ありがとう。トマトのマリネ1回。ちょっと今予約混み合ってるので、11時20分頃でも大丈夫ですか？ね。今日はそうですね。香りいい。あ、いいや。片付け。片方が天ぷらを揚げるようなので、油が常にきれいじゃないと天ぷらの衣の色が白くならないので。これは実家のお店で人気のメニューですね。実家はお弁当屋さんじゃなくて、ちゃんと座って食べられる40席ぐらいあるお店です。油が切れたり。結構1個大きいと思います。こちらホタテです。これがきっといいシーンだと思うので。ごめんなさい。私はピンクを取ってきます。ニンニクの匂いが消滅しそう。
ね。お会計先いいですか？上になります。はい、ペイペイ使います。こちらです。今詰めてますので、詰めたらお車にお持ちいたしますので。これが唐揚げ弁当ですか？これは唐揚げ弁当です。はい。これはこれは単品のヒレカツです。はい、それは鶏天です。鶏天。唐揚げとホタテの。閉まりきってないですよ。微妙にっていうかもう閉まらないですね。特盛りはもう乗せるだけみたいな感じでした。波でも閉まらないよね。すいません。おお、ごめんなさい。ちょっと汁がこぼれやすいんで、なるべく平らに持って帰ってください。ありがとう。はい、ありがとうございます。あ、予約してた高田です。はい、高田さん。はい、すみません。はい、ありがとうございます。あ、待ってください。唐揚げ、単品の唐揚げ。唐揚げが6個ですね。はい、ありがとうございます。どういった唐揚げとか。これにしよう。ちょい丸唐揚げ弁当じゃないの？ちょい丸。わからん。普通の大きさのお弁当はこのお弁当で、ちょい丸ですとこちらのサイズになります。普通の唐揚げ弁当がお一つ。お願いしますので、お待ちください。あ、そうですね。はい、では出来上がりましたらお持ちいたします。はい、お願いします。唐揚げですね。お待たせいたしました。ありがとうございます。鶏天弁当と牛肉弁当です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ1200円ちょうどです。今パンって言った。鶏天が700円と数十円になります。お店にはよく来られるんですか？ 2回目ですね。家が近くて、はい、1回ちょっと気になってきて食べたらすごい美味しかったのでまた来ました。あ、春雨とか入れてもいいよ。単品の鶏天と砂肝とたい焼きのクリームですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、これやんな。鶏弁がいるのか。鶏弁はもう今作った。これミニのサイズです。ミニが唐揚げが2個乗ったお弁当です。幼稚園とかにまとめて作ったりする時もあります。あとはお年寄りの方なんかも頼んだりしてますね。女性の方もうんミニで足りる方はミニ頼まれる方も。でも大体おかず食べたいって普通のいいですね。すみません、お待たせしました。ミニの唐揚げ弁当がお2つと、唐揚げ弁当と鶏天弁当ですね。右から2、左から1、了解。ちょい丸の唐揚げ弁当ですね。ありがとうございます。こんにちは。予約してないんですけど、いい大ですか？丈夫ですよ。メニューの唐揚げ。 12分からヒレ1個いけるな。します。ミニ唐揚げ弁当がはいはい。お近くですか？お家。
いや公園から来ました。そこあ、そうなんですね。そしたら、15分ぐらいしたらまた戻ってきてもらっても大丈夫なので。あ、じゃあそうします。お願いします。これってかってるのって何ですか？これは私がちっちゃい頃から家で作ってもらって食べてたソースでオーロラソースに近い感じ。オーロラソースが美味しいっていう人イコールね。もしあれだったらミニの唐揚げ弁当を温めた680円と100円180円で1055円です。ミニの唐揚げ弁当です。可愛いね、ちっちゃいの。はい、こっちもミニですね。はい、ありがとう。すみません、ありがとうございます。ミニ唐揚げ弁当とポタテのやつとタルタルのやつ。これもう自宅で食べられるんですか？公園で食べます。美味しそう。これタル？これ普通のミニ。座って。しんちゃんどれ？しんちゃんそれ。梅干しはこれかか食べな取れてない。いよね。このまま開ける。開けて開けて。うん。どうですか、お味は？美味しい。美味しい。うん。なんかちょっとピリ辛？スパイシーな味がしますね。なんか普通のタルタルと違う。お店にはよく来られるんですか？たまに行きます。この前公園で遊ぶ時前いっにね。くんたちおすすめしたいメニューがもう唐揚げ弁ここの唐揚げはどんな感じですか？当。なんかサクサクしとって味もしっかり染み込んどるし、美味しい。でこのミニが2個入りなんで子供らにもちょうどいい。なかったよかった。喉かわいい。ミニ唐揚げ弁当一つで。ありがとうございます。はい。もう制覇してきたんじゃないです、うちの弁当。あと何が残ってます？大方一周したくらいですか？売ってない。あ、鳥天です。また。はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。それから逆にちょっとなんだっけ、キラキラっぽい感じ。つなぎも食べたことあります？熱いです。あ、すみません。熱いです。今日は唐揚げ弁当とヒレカツ唐揚げ弁当ですね。はい、毎回これを注文してます。大きくて美味しいですね。いつも昼食で来られてたんですか？そうですね。昼も夜もたまに来させていただいております。まあ定番なんですけど、唐揚げ弁当をおすすめしたいと思います。唐揚げ、まあ、
個数はちょっとあれなんですけど、2種類と何かぐらいでやってるのはやってるんですよ。だからじゃあ来てもらったらできますので、ここ電話番号あるので、はい。はーい。わかりました。でちょっとお会計だけ済みますか。そうですね。450、300、200です。うん、そうそう、もうちょっと食べたいよね。1キロ超えるよね。ものによるけど、おかずその日の副菜にもよるんですけど、超えるときは1キロ。蓋はもう乗せるだけよね。すいません、お待たせしました。唐揚げ弁当の特盛りになります。こんにちは。今日うちに8人子供がいる。そうね。あ、一緒で。はい。私もミルクわらび宇治抹茶。まっちゃん。何味？あ、220円。ちょっと待ってください。ちょっと固まっちゃってこれがわらび餅の粒です。たい焼き何？クリームに。これが黒糖ラテわらび。黒糖ラテわらび。コーヒーが入ってる分です。こっちがコーヒー入ってるのは普通の黒糖ですね。一番人気なんですか？一番人気が抹茶です。宇治抹茶使ってて、さっき黒糖ラテわらび。あ、ゆかちゃんも抹茶にした。あ、抹茶にした。いけないタイプの黒糖ミルクわらび。あ、はい。ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしました。ありがとうございます。黒糖わらびラテのドリンクですね。ありがとうございます。なんか結構下の方に。ストローで出してたい焼き？何味？クリーム味。2つお願いします。2つ？5分後ぐらいに来る？うん、じゃあ5分後ぐらいにおいで。おやつ的なポジションのやつ。おやつ？おやつですね。子供たちが頼んだり、食後に食べたい人、甘いの食べたい人。
味？チョコレート。チョコとポテト。じゃあ220円ね。たい焼きのチョコとポテトね。ありがとうございます。はーい。こんにちは。どうも。プライベートですめっちゃプライベートです。買いに来ました。 1個ずつで、はいこれ氷どうしますか？入れとっていいですか？あ、お願いしまはーい。これもまとめて渡しますのでお待ちくだす。さ。はいい、ありがとうございます。しょっちゅう来ます。私は広島をメインでゴミの回収をする太陽というところで働いてます。私たちはこのマルタ弁当さんのゴミの回収もさせてもらってて、そのつながりから一つこう唐揚げを食べてみたら美味しいって私ファンになっちゃって、会社のみんなでこう弁当を買って食べたりとか個人でも利用させてもらってます。まず抹茶とほうじ茶ですね。はい、ありがとうございます。すいません、いつもお世話になります。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございまいっぱい注文しましたね。いっぱい注文しました。今日この後、妹家族と公園に行くんですけど、ピクニックしに行きます。この近くに公園がいっぱいあって、はい。なので私はお花見もここで買って海田総合公園行ってっていうのがそれがメインになっちゃってます。ああ。木田さん最初見た時にめちゃくちゃパワフルだなって思って大分の唐揚げのことをすごく語っていただいたんですよ。で私が初めて会ったのがそのゴミの回収させてくださいねっていう商談の時だったんですけど、その時もすごく明るく話してくれて、ああ絶対美味しいお弁当を作ってくださる方なんだなって思ってました。なので今でもこうやってお付き合いがあります。結構売り切れることが多いです、ヒレカツは。すいません、お待たせしました。単品になります。ありがとうございます。お疲れありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。うちが、できたのが2021年ですね。コロナ真っ只中の頃に創業いたしました。そうですね、今年で5年目になっていて、節目の年に入るので、今年もいろんなことに挑戦していきたいなと思いながら日々営業しています。今、うちのお店で力を入れていることは、会社様だったりいろんな場所からの定期的な大きな注文をいただく、このことに関して力を入れて活動させていただいております。いつも来ているお客さんにはい一言お願いします。いつもご来店いただきありがとうございます。これからも皆様にいろんな種類のお弁当や、食事を届けられるように努力してまいりますので、
これからも、ぜひマルタ弁当に通っていただけたらなと思います。もちろん新規のお客様も、お待ちしておりますので、気になったらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。